南アジアインド。今回は世界一強烈な街と噂のガンジス川で有名なバラナシの映像をお伝えする。ハローハローハロー。はい、これから国境を越えてインドに行きます。ここから先はインドです。第90カ国目インドの前にインドについて少々。人口13億5300万人。とんでもねえパンチ力。ちなみに Google 先生曰く中国が13億9300万人でもうすぐインドは抜くと予想しています。ヒンドゥー語で文字の方はちょっと読めませんね。イギリスの植民地を経て1947年に独立します。その時の独立運動の中心に立ったのがかの有名なガンジーです。インドという国を知る上で重要なことの一つにカーストという独特の制度があるんだけど、これは古くからインドに伝わるピラミッド型の身分制度です。カースト上下間で結婚できないなど厳しいところでは一緒に食事することも許されないらしいです。この制度は都市部では薄れつつあるものの田舎の方では根深く残っているらしく、一部間違った解釈をした若者なんかはカーストが上の人は下の人間に対して暴力を働き最悪殺してしまってもいいという考え方の人もいるそうです。たまに殺人や婦女暴行など世界でこんなニュースインドでしか聞かないという猟奇的な事件はカーストに関連していることも多いです。また職業カーストというものもあり、僕がバラナシで出会った少し英語が話せる船乗りの人はお父さんもおじいちゃんも船乗りで他の職業は選べないって言ってたのを結構強烈に覚えています。そんな中職業カーストについて一つ興味深い話があって、カーストによる職業選択の自由がないということがインドの IT 産業を発達させたという説があります。職業カーストは細かく職業が分類されていますが、ここ20年そこらで出てきた IT 関連の職業はカーストの中で分類されていないので、どの身分の人もその職業に就けるチャンスがあるらしいです。つまり今までずっとカーストの仮想だった家庭に生まれた若者が負のループから抜け出す唯一の方法が IT ということになり、必死に勉強する若者が急増した結果 IT が急発達したという説があります。もちろんそれだけじゃなくて、インド人が数字に強かったり、元イギリス植民地で英語に抵抗がなかったり、時差的に欧米が寝ている間に働けるなど様々な要因があるとは思いますがね。何にせよカーストという制度はインドの中で差別を生むだけでマイナスにしか働いていないというのが世界的な認識になっています。国境線では中国、パキスタンとバッチバチに喧嘩しています。インドで牛は神様の乗り物として神聖な生き物です。なので牛肉は食べません。だけど実は世界有数の牛肉輸出国です。ちょっと面白い FIFA ランキング104位です。はい、このまま駅でございます。電車に乗ります。噂通り人が寝てたり野良犬がいたり、なかなかの駅です。さあ参りましょう。びっくりした。これはありなのかな。スラムや。
バラナシに着きました。はい、暑すぎて外に出れない状態です。はい、現在42度でございます。バラナシです。早速牛暑いのでこの時間にならないと外に出れません。よいしょ、うんこもいっぱい。さてさて、ガンジス川の近くまでやってきました。見えてきました。はい、ガンジス川です。ということでガンジス川沿いをちょっと歩きたいと思います。神聖な地、こういうガートと呼ばれる階段のがいっぱいあって、これみんな泳いだりしてます。いやー、でかいっすね、ガンジス川。沐浴というかもう風呂です。一生懸命泳いでます。保護者が見守っております。これ汚いな。入る気になりませんね。みんな泳いでますね。よく犬も乗らせてます。じゃあボートを作ってます。ここは子供のクリケットゾーンかな。みんないろんなことやってますね、川沿いで。あれはですね、こっち北側に火葬場があるんですけれども、それの木を運んでいます。地元の人たちも、ガンジス川を、水牛ゾーンですね。水牛も沐浴してます。インド人にとっては超神聖なところですからね。牛腐るほどいるんですけど、別に食べるわけではないんですよね。神様の乗り物的なものなので。気持ちいいですか？滑ってる滑ってる。はい。滑ってる滑ってる。汚いな。猿がいます。猿ね、噛まれたり引っかいたりされたら変な病気を持っているそうなので。牛多いな。よいしょ。当たり前のようにいるな、こいつら本当にね。バイクやらチャリンコやらで、あと牛もいるし狭いです。ちょこちょこ日本語の表記があります。しっかりしてるな、お前は。俺なの。すげえ、牛めっちゃゴミ食ってる。あ、なんか来た。子供が逃げるほど来てるよ。あ、やばい、めっちゃ来た。こんにちは。このすれ違い、またおしっこしてる。
いい笑顔だなお前は。サンセットツアー。やっぱりなんか塩っぽくなっちゃう。本当だ。これここさん誰か家族をおはようございます。朝ガンジス川です。なんかもう表面に白いのなんか浮いてますもんね。バクテリアの宝庫。朝から何やってんだろうな、あの人ら。すげえ。最初の頃そこのバラナ足でございます。次回もインドバラナシを出てタージマハルや青の町ジョードプル、砂漠地帯の町ジャイサルメールへ行きます。バラナシに比べるとパンチ力は薄れますが、砂漠地帯のインドも独特の雰囲気でいいですね。次回牛糞中盛り、お楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。